はい、よろしくどうぞお願いします。今日は緊急のということで、一言で言うと風邪をひかないというやり方、軽視のやり方を説明しますのでお願いします。もちろんインフルエンザに入りますんでね、今インフルエンザが流行ってますんで、多くの方々がご心配いただいてますね。またいろいろ大変なことが起きてますけれども、私自身はね、江戸川軽視をやってて、あんまり風邪ひかないんですよね。ですから、あっさり言うと、何も心配してないんですけどね。ただ、対応はする。これとても大事ですね。対応はするということですね。そして、いつも言ってますけれども、嫌なことが起きた時に、私はどうするかというとね、まず面白がるんです。怖いな、じゃなくてね、あるいはうまくいかなかった失敗したじゃなくてね、面白がっちゃうんですね。面白いね。いつもの言葉ですね。面白いね。で、その時にね、今日その話をずっとしますのでね、私はおへそがあったかいなという感じなんです。日本ではね、こういうのも不思議な話ですけども、おへそでお茶を沸かすという言葉がありますね。あんまり私は使わないんですよ。ただ言えるのは、おへそのところあったかいね。面白くない？これ面白いねですよ。ですからなんかうまくいかなかったり失敗したりとんでもないことが起きた時に面白いね。まずこうやっちゃうんだよね。おへそでお茶沸かすの。瞬間湯沸かし器というね、なんかそんなものもあるみたいですけども、おへそは瞬間湯沸かし器だよ。面白いね。そしてね、一瞬静かにするの。面白いこと起きたな、その先ですよね。面白いからその対応しなきゃいけない。一瞬静かにするの。この静かにするのもね、散々申し上げてますよ。どこを静かにするかというとね、胸椎の2番、3番、4番ですね。ここをね、耳をこうちょっと猫ちゃん、耳をシュッとやってぼっこと言いますけどね、平たぼっこやって、これ今やりましたね。一瞬静かにするの。そして理想と目的をはっきりさせる。改めて理想っていうのは、私はここに存在してて生きてるっていうのは素晴らしい存在。もう一言言うとね、さらに言うと一体感。私は全ての人と一緒とこういう感じなんですね。で、全ての人と一緒というのは広がりですよね。そして、先ほどこう申し上げたですね、面白いねというのはね、実は、命に対する、命そのものを感じてるという感じなんですね。面白いね。これを別の言葉で言うと存在感っていうんですけどね、自分が存在してる。面白いね。こういう感じになるんですね。だから嫌なことが起きた。やっぱり嫌なことが存在してる。だからすぐ面白いね。とこういうことです。で、見てていただくと分かるんだけど、ね、私おへそのとここうやって、おへそをこう、ね、あったかいなという感じで動かしてます。もう一つね、動かしてるところがあるんですよ。頸椎の一番っていうところ。ここ私よく言うんだけれどもね、頸椎の1番2番が治療するのに必要な人にはね、考えすぎですよって言うんですね。それから恐れてるかな。考えすぎの人って恐れるんでしょうかね。頸椎と1番2番が硬くなるんですよ。ここですね。これ何度もやってみせたし、サンプルもお見せしたので今日はやらないで飛ばしていきますけどね。だから面白いね。ここで面白いことが起きているという面白いことの存在感をおへそでお茶沸かしながら感じてるだけですよね。だから恐れてんではない。何を言うか、江戸川軽視、私の本のかなり最初の方に書いてありますね。病気の全部の原因は恐れというんですよ。ですから
これも散々話したので、私は恐れを恐れない。恐れがあるということは分かってる。感じるから、恐れを感じるから、それをね、面白がってんです。面白いね。というのは、私はここにいながら世界中の人たちの心身を健康にしている素晴らしい存在ですよ。ですから今日もこのね、話に載ってるわけですよね。インフルエンザに対して対応は何かって面白いね。こういう感じなんですけどね。言いましたよ。言いましたよ。言いました。ケースの一番。はい、ここはね、私今おしゃべりしてるんで問題ないんだけれども、恐れてる人っていうのはね、こういう感じになるんです。怖い。これね、分かったでしょ。頸椎の1番2番が動いてないということですね。そうするとね、頭蓋骨が硬くなるんですよ。そうすると今みたいな格好になるの。まず顎が上がらない。顎が上がらない。それからね、今私おしゃべりしてるんで問題ないんだけど、喋れなくなるの。怖いね。喋れなくなるの。喋ってる人は怖くないんですよ。で、私は始終喋ってるから。で、これもご説明してますね。私は夜の山歩くのが趣味。怖い。怖い。面白いね。で、こうやって歩くんです。ただ、もう足元気をつけますよ。足元気をつけるところも見てね。見てね。こんな感じなの。要するにね、こうやらないの。こうやらない。面白いからですよ。怖いの面白いね。で、私いつも怖いの面白がってるんですね。それ存在感と言います。自分が存在しているのは素晴らしい。それから広がりを感じるといいですね。広がりはね、一体感ですよ。私は全てと一つである。変なこと言いますね。私はここにいるけれども、私はそのインフルエンザの例えば病原菌なんだね。面白くない？面白いね。こういう感じなの。そうすると病原菌に対して困ってることを病原菌が困ることをやればいいかな。で、最近あまり言われないんですけど、江戸川慶子の時代は血液をアルカリ化するというのをね、言ってるんですね。それで緑黄色野菜に少量のゼラチンを溶かしたものを毎日食べましょうよという。もう私やってる。これ実は風邪をひかない強力な武器なんですね。私はびっくりするほどの量の緑黄色野菜食べてますよ。そしてそれを毎日毎日ゼラチンと一緒に食べてるので風邪ひかない。だからインフルエンザ流行ってますよって言われてもえっていう感じですね。風邪ひかないから。そしてさらに言うと江戸川慶子の風邪ひかない方法っていうのをうん十年やってるんでね。その一つが私はこの炭素鋼っていうのを身につけてるんですね。今こっからね取りましたけど、実はいつでもこの白衣の時にこうして皆さんにお話しする時はいつも私こうして持ってますよ。これ慶子流の風邪をひかないという一つの別のが出てきましたね。やり方ですね。これも風邪ひかない一つの方法なんだけど、これは今日お話ししない。もう一言言うとこれでこの風邪ひかない方法を改めて皆さんの前でお話しする前にね、もう一遍確認したんですね。この私の素晴らしい相棒です。潜在意識をね体験する相棒、たまたま出てきちゃったからご紹介してるだけですね。これほら、これポケットの中に入れてる。特にね鼠径部の中に入れるとこの炭素鋼の持ってるイオン、これが効いてくれるっていうか風邪ひかなくしてくれると、こういうことで、これ今までも何回もお話ししましたね。
これ持ってたらまず風邪ひかないかな。一日中鼠径部が一番いいと言うんだけど、面倒くさかったらこういうとこ入れといても構わない。ただね、なくすの。だから私はこれをこうね、なくさないようにこうね、輪っかをつけてる。要するにこれキーホルダーについてる鋼のリングですよね。炭素鋼ってね、私はね、昔この話もしましたね。高周波熱連っていうところで焼き入れをやってたんで知ってる。炭素鋼がどんな性質でどのくらい温度を上げてどのくらい水とか油につけるとどのくらいの高度が出るかなんかもよく知ってる。さらに言うと今でもそうだけど、私鉄が焼ける温度をまずね10度と差をつけないで当てることができますよ。今何度ってプロだからですね。あれで炭素鋼はどういうのか知ってるんでね、炭素鋼綿のあるいは布の紐をつけますとね、炭素鋼って鋼なんでね、布の方がすぐ切れちゃうから、どうしてもこうしたリングをつけてて、こういうことですね。でここだともうね、下向いた途端に落っこってってどっか行っちゃうので、まあ落っこちないところを入れる。それで鼠径部と言ったけれども、ケイシーは鼠径部と言ってるんですが、どこへつけても大丈夫です。それなりに効果があります。さらに言うと、これつけてるとね、鬼に金棒、マスクした人がいっぱいいてもね、全然平気ですね。例えばタクシーに乗って、タクシーの運転手がマスクしてても、隣にね、また相棒が乗ってきてマスクしててね、福田先生風邪ひいちゃったよって言ってもね、そうか、お大事にねって言ってね、面白がる。それでほら、炭素鋼を持ってるから全然安心。それからきらびやかにここに置きましたけど、これスムーズって言って江戸川慶子がね、これ実は医学的にも分かってることなんだけれども、天然の松葉のエッセンスと天然のユーカリのエッセンスをアルコールで消毒用のアルコールでね、アルコール度が一番高いんですね。消毒用のアルコールに溶かしてあるものですね。でこれをですね吸入するといい。さらに最初に申し上げといた方がいいから、これやってみせましたよ。タッチするだけで皆さん元気になる。要するにね、予防っていうのはね、自分を元気にすることなんですよ。でこのタッチやってみせたことありますよ。全ての人、私はですね、このタッチで治すことができるかな。ただ今日もね、このビデオ撮りがある前にね、お話あったんですけどね、要するに疑っててこれつけても多分ダメだと思うね。今ついちゃったから、これこうやってやる。これで私はやっぱり風邪ひかない。要するにね、安心で安全、風邪ひかない、安全。それでさらに言うと元気いっぱいっていうんですよね。元気いっぱいになったから、元気いっぱいにする方法っていくらでもあると思う。ただ私は江戸川慶子屋さんだから、こういうのを使って元気いっぱいにしてるんですね。自分だけじゃない、世の中の人全部ですね。さらに言うと、ここに目の前にいる人じゃない、あなた方もそうだけども、うちにいる人、あるいは地球の裏側にいる人、簡単に健康にすることができますね。今やりましたよね。で超簡単健康法というんですよ。それから私今こう見てるんですけどね、病気を治すっていうか、病気が治る、インフルエンザ含めて一番簡単な方法は先を見るっていうんですよ。今私は皆さん見てます。でも時々こういう目しないですからね。先を見る、これがすごく大事なことなんですね。もう一つの言葉で言うと、目的をはっきりさせる。私はこれこれ近々で多くの人のお役に立ってますよ。さらにいきますね。お役に立って
てるっていうのを感じるだけでいい。これしかなくていい。私はここに存在してるだけでお役に立ってる素晴らしい存在と感じてる限り病気にならないかな。はい、もう一言。病気がよく治りますよというの。で、お役に立っているっていうのをね、感じた方がいい。感じるっていうのはとても大事なことなんですね。ですからお役に立っているのを自分は素晴らしい存在と感じるのに、一番最初言いました。面白いね。存在感。だって私はお役に立ってるっていう存在だから面白いね。だからお役に立ってる言わなくてもいいかな。面白いね。とかやるとね、病気が治る。もういつも不思議に思うのは、がんが治るんだよね。不思議だよね。面白がってると、お役に立ってるから面白がってるとですよ。で、これぜひ大事なのでやってみてくださいね。それでもう一つ、江戸川慶子の場合は食べるもの、これをとっても大事にする。まず今言いましたね、お役に立ってる心の問題ですよね。心とか感情とても大事で、その次に2番手に控えてるのが食べ物です。慶子のリーディング、面白いこと言う。慶子はね、あんまり面白くない面白いこと言うんだね。人間は考えることと食べるもので成り立っているっていうようなことを言うんだね。まあ面白いって言えば面白いんだけど、面白くないって言えば面白くない言葉だね。私の大先生江戸川慶子のリーディングですよ。さてね、その食べ物、はい、一言で言うと緑黄色野菜です。私は欠かせませんよ、緑黄色野菜を。まあこれもご存知ですね。まあここへ来る間に道端に生えてる緑黄色野菜取ってくるから、これも話しましたね。それゼラチンをと一緒に食べるっていうのは慶子流なんです。はい、これもはっきりしてるで、うるさく言うことではなくて、昼のお昼に生野菜、夜に温野菜っていうの、私はそれやってますね。今日その話ね長くなるんでやめるんですけれども、ゼラチン、また皆さん意外と知らない粉末ゼラチン、どこでも売ってる。これをですね、食事をするたびにですね、少量の水じゃなきゃダメ、お湯じゃダメなんですけどね、水大さじ1杯ぐらいの水にね、粉末ゼラチンをそうね、小さじに半分ぐらいかな、まあ大体でいいんです。半分ぐらい入れて5分置いとくとね、ドロッとしてくるの。それに一緒に日本という国はお味をつけとかスープとか取りますよね。お茶とかコーヒーとか一緒に飲む人も食べる人もいますがね、それ入れればいいだけですね。あったかいあるいは熱いそれを入れて、それを緑黄色野菜食べる前後に食べればいいと、こういうことですね。これものすごく先を見るお役に立ってますと同じように、もっとと言った方がいいかな、風邪をひかないものすごいことかなということですね。それで最後に言わなきゃいけないのは、これスムーズタッチするだけ言いましたね。吸ってみせませんでした。ごめんなさい。吸ってみせましょう。たくさん置いといたんで思い出したね。はい、これこんな具合に持ちます。やったことありますよ。こんな具合に持ちます。こう持たない。こう持たない。なぜかというと、こう持ってすると皆さん中身吸っちゃう。無水のエタノールが入ってんですよ。ひどい目に遭うからね。だからこの位置、それで握る。そしてここに鼻をつけるんですね。でこれすぐ落っことしちゃう。この人落っことすから、小指でちょっと押さえておいて、片方の鼻の穴を押さえて、片方の鼻の穴にここをピタッとつけて、できるだけ濃い蒸気をねゆっくり吸う。こんな感じなの。いいですか？わざわざやってみせたのはね、これはね、これも申し上げたんで、私は動物と喋ることができるんでね、昔山の中で修行してた時に湖畔で修行してた。そしたらね、白鳥が来てね、私に懐いてくれたんでね、白鳥と話してこの吸い方分かった。もう一遍行きますとね、白鳥にね、春になって白鳥が帰る時にね、私に挨拶して帰る。
福田先生お世話になりましたって言うんですね。それで白鳥って体でっかいから水面をね走って走って走ってやっとこうやっていってねこういう感じで走るんだよね。それでね福田先生ありがとうって言って今度来る時はねシベリアで赤ちゃん産んでね赤ちゃん一緒に連れてくるからねよろしくねって言って飛んでくるんだよね。それでね私その白鳥に聞いたことがある。前に以前にも話してますよ。白鳥さんねっていうの長い距離飛んでいく時にねどこを意識してるのどこの筋肉使って飛んでるのって言ったら胸って言った。ドキッとしたね胸。それで鳥の胸肉って美味しいって言われてますね。私食べないから食べていいんですよ。でこの胸をね胸の筋肉でこう羽ばたくんだって。なぜかというとねなんで白鳥に聞いたかっていうとそれまでね肩甲骨をこうやって動かして進んだって言ってた。肩甲骨を。でふと気がついたら仲良しの白鳥たち肩甲骨あんのかな私知らないですよ。そこで聞いたんですよ白鳥。ね、そして肩甲骨を動かしてっていうんじゃなくて胸を動かしてで飛ぶんだって言ってた。ここを意識しながら飛んでいくとこういうことですね。そしてさらに言うと皆さんにこれを吸ってもらうとねこうやって吸うんですよ。これほら私はこれも何度も言ってね胸椎の2番から動かす人間ですね。で腰椎の4番を動かしてるから今も映ってるから腰椎の4番でこうやって動いて頸椎の2番をこうやって動かしてだからこうやって吸ってんです。それで私はプロだから反対側の鼻を押さえてこちら側から吐くの口から吐いて大丈夫なんですよ。プロだからって言ってるのはねこのやり方がとってもよく一番効いてくれるのはね実は鼻炎なんですよ。さらに言うと副鼻腔炎というのにね一番よく効いてくれるの。今日も時間が経っちゃったんで早く行きますよ。でここのところでこうしてね副鼻腔炎の方っていうのはね反対側の鼻は使えないんです。どっちかで私はこうやってね吸える方から吸ったら反対側の鼻からふーんと吐くとこう言うんです。副鼻腔炎の方に。だからその副鼻腔炎の方私はここにいながら治すことができるんでこうやって吸ってふーんって治してるんですよ。反対側やる時もそうですね。ここで吸って白鳥です。飛んでいってねふーんとこういうことですね。でこういうやり方もいいですよというこれね日に片方の鼻ずつやってそれ1回と数えて10回以上大変ですよ。ただね10回以上って言ってもこう目の前に置いといたりポケットに入れてたらねタバコ吸う人日に20分ぐらい吸うんでしょ。あれより簡単だわね。朝起きたら吸ってで食事の前に吸って食後に吸って会社行く帰りに吸ってというやり方すると簡単に日に10遍以上吸えますね。これで終わったかな。ねえインフルエンザに福田貴則が対応する方法を一つ忘れてた。そこに書いてある。インフルエンザというのはね法定伝染病なんでヒマシシップ風邪なんかによく聞くんだけどねヒマシシップで治しちゃいとか私のこういったこれは予防法です。治療法でね治しちゃいダメですからね必ずお医者さんの話を聞いてくださいね。はいよく家から外から帰ってきたら手を洗ってね人が触るようなところは手袋して触ってねそれからうがいをよくしてはいお医者さんの言うことよく聞いてくださいね。長くなりました。